通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさん主演ディズニー実写版白雪姫からの話題になります。今回ですね、なんとおなじみフォーブスから実写版白雪姫の最終的な制作費というのが出てきました。イギリス政府に提出された財務諸表から確定された最終的な制作費です。こちらがですね、やっぱりですよ、案の定大変なことになっていたということで、本日は一体これがどういうことになっていたのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。皆さんついにですね、この日がやってまいりました。実はですね、このニュース約1週間前に出てきたものなんですが、ちょっとねプクタがいろいろ事故っていたものですからお伝えできなかったんですね。なので今日ね、改めて詳しく見ていきたいと思いますが、この日が来てしまったんですよ。おなじみフォーブスキャロライン・リードさんがやってくれました。実写版白雪姫の正確な制作費というのが今回判明いたしました。すると案の定ですね、これ当初言われていた制作費よりも上回っていたということで、ここからですね、おおよその興行ベースの赤字額というのも判明いたしました。で今日はですね、この話題見ていきますが、番組の後半では、今回のねニュースに関連してというわけではないんですが、この白雪姫の女王ですね、このフェイスキャラクターをディズニーランドで演じていた女優さん、これがね解雇になったとして少し前に話題になっていたんですね。そして今回ですね、改めて最新の記事というのが出てまいりまして、その解雇理由が明らかになりました。この話題をね後半に見ていきたいと思います。ディズニーは白雪姫で1億7000万ドルの損失、スタジオが映画のブーイツバージェットを明らかにしたということで、早速ですがこちらですね、ブーイツバージェットとあります。こちらが本日のキーワードになります。まずねこちらになりますが、ブオー、これちょうどね先日見ましたね。ラズベリーを吹くというワードの起源を勉強しましたが、これはね吹くという単語になります。でその一方ですね、他の意味もありまして、多額のお金を使うこと、特に本当に必要ではないものに使うことということで、このねブオーにはお金をね浪費するという意味があるんですね。で同じようなニュアンスでね、失敗する、台無しにする、こういったニュアンスもありまして、つまりはお金やチャンスというのがそこにあって、それを吹き飛ばすと、こういった使われ方をするんですね。でまさにねこちらに例文があるんですが、 blow the budget。 このようにね予算、バジェットに対して使われますと、この予算を吹き飛ばす、予算を超過する、こういった意味になるんですね。ですのでこちらもね、台無しにするというニュアンスで繋がっているのがわかるんじゃないかなと思います。ということでこちらはディズニーは白雪姫で1億7000万ドルの損失、スタジオが映画の予算超過を明らかにした。昨年の実写版白雪姫がディズニーの収益に落とした暗い影が、その提出書類によって明らかになった。これによるとこの映画は制作予算を超過する見込みと予測され、ここです。費用は3億3650万ドルに達していたということでですね、今回このね実写版白雪姫の制作費、ここにあります。3億3650万ドルに達していたことが明らかになりました。これ日本円で約520億円ですね。これね数年前の基準で言うと3億ドル超えというのはあることはありましたが、それからね予算をかけすぎだということになり、最近ではねあまり見ない数字なんじゃないかなと思います。だいたい2億ドル以内に収めるでしょう。なんですが、このねディズニー実写版白雪姫、3億3650万ドルの予算であったということが判明しました。でこれはですね、以前もご説明しておりますが、ここにいますキャロライン・リードさんですね、この記事書いておりますが、この方がねイギリスで撮影されたハリウッド映画、これにかかる書類というのを探し出すんですね。これにより割り出した正確な数字となっています。じゃあこれなんでこんな書類を出すのかという話なんですが、このチャンネルご覧になっている方もねお分かりだと思いますが、イギリスで撮影を行うスタジオは映画のオーディオビジュアル支出控除制度の恩恵を受け、国内で支出した、これイギリス国内ですね、この金額の最大 25.5% が現金で還付されるということでですね、イギリスはねこういった事実上の補助金の制度というのを設けておりまして、この恩恵を受けるためにこのね実写版白雪姫はイギリスで撮影されました。なので、正確な支出のね書類というのを提出しないといけないので、これがねバレてしまうんですね。ただしこれはね誰にでも導き出せるものではありません。この補助金を受け取るためにですね、各スタジオはその映画を作るための制作会社をその都度イギリスに設立します。で、この制作会社の名前というのがその映画のコードネームになるんですね。
つまり、このキャロライン・リードさんは、このコードネームと、その他にもね、設立された時期だとか、規模、様々なものを材料にして調査するんでしょう。この制作会社が、どの映画を制作している会社なのか、これを割り出しているんですね。じゃあ、白雪姫の制作会社、どういったコードネームだったのか。それがね、ここに書かれています。白雪姫の制作を担当したディズニーの子会社は、アニメ版に登場する女王の宝石箱の留め具の形にちなんで、ヒドゥンハートプロダクションと名付けられている。ということで、このね、実写版白雪姫の制作会社、ヒドゥンハートプロダクションズという名前だったそうです。つまりは、隠されたハート。で、これはどこから来ているかというと、こちらですね、これね、ディズニーファンさんのサイトになりますが、ここね、見ていきますと、これです。見えますか？このね、留め具が、ハートの形をしてるんですね。で、これから来ているだろうと。ちなみに実写版でもね、この色自体は違いますが、ここね、ハートの形してましたよね。これが制作会社の名前になっていたそうです。最新の提出書類は、2024年12月31日までの年度分で、映画の公開3ヶ月前までを対象としているため、ほぼ完全な制作費の全体像を示しているはずだ。つまりこれでほぼ確定だろうと。白雪姫に費やされた3億3650万ドルは、ディズニーのローグワン、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、そして2017年に13億ドルを稼いだ実写版美女と野獣の制作費を上回っている。ちなみにね、改めて確認いたしますが、こちらですね、実写版白雪姫の興行収入。はい、こちらです。約ね、2億ドルです。皆さんこれ制作費じゃないですからね、興行収入ですよ。じゃあ具体的にね、赤字額どのようになっていくのか。イギリス政府は白雪姫に魔法の一手を与え、映画の制作費のうち6490万ドルを還付した。これにより純支出は2億7160万ドルに下がったが、それでも劇場ではハッピーエンドにはならなかった。スタジオが白雪姫から得たのは約1億290万ドルにとどまり、つまりはこれ先ほど見た最終的な興行収入の約 50% ですね。スタジオの取り分。これが約1億290万ドルなので、映画の純支出2億7160万ドルを差し引くと、興行ベースで1億6870万ドルの赤字となる。ということでね、まずですね、イギリスがね、この実写版白雪姫に還付している額、これがですね、6490万ドルですよ。つまりはこれ約ね、100億円です。イギリスの血税がこの実写版白雪姫につぎ込まれていると。いやだから以前ね、デッドプールウルヴァリンで、さすがにイギリスの民衆が起こったと、そんな話を見ましたが、いや当然ね、これ白雪姫がイギリスにお金を落としているから、こういった補助金が出ているんですが、それにしてもね、この制度どうなんだろうって思ってしまいますけどね、ちょっと詳しくはね、こちらの動画見ていただきたいですが、つまりね、イギリスがディズニーにね、100億円くれたもんですから、最終的な赤字額は1億6870万ドル。約1億7000万ドルですね。これ日本円で約260億円です。このようになったということになりました。なんですが、このチャンネルご覧になってくださってる皆さんだったら、もうお分かりですね。もうお分かりですよね。そうなんですよ。この数字にはですね、なんとマーケティング費用が含まれていません。それがね、こちらダッパークエスさんにも触れられているんですが、ここですね。大体ね、この規模の映画のマーケティングコストは1億ドルから1億5000万ドルになると。じゃあ具体的に計算してみますと、例えばね、これが1億ドルのマーケティング費用かかっていたとしますと、トータルの赤字額は約 2.7 億ドル。これ日本円で約410億円ですね。これが赤字額になります。万が一これがですね、マーケティング費用1億5000万ドルかかっているとしますと、総赤字額は約 3.2 億ドル。これですね、日本円で491億円の赤字です。約500億円ですね。このようになっていたんですね。じゃあ一応ね、この実写版白雪姫の本来のポテンシャル、イギリスからの還付がなかったら、本当はいくらの赤字になっていたのか。これざっと計算しますともう簡単ですね。イギリス政府というのは約100億円補助金出しておりますから、約514億円から591億円のスパンの赤字を出していると。震えますね。だから興行ベースだけで見ると、場合によってはね、約600億円の赤字が出ていた可能性がある作品だったというわけなんですね。ちなみにね、フォーブスに一旦戻りますが、こちらですね。これね、今回出ました正確な白雪姫の制作費。2023年に、アナリストでね、YouTube もやっております、バリアント・レネゲードさんという方がいるんですが、この方がね、的中させていたそうです。以前もご紹介しましたが、この人ですね。で、この方はですね、本当的中率が高くって、例えばね、ハリウッドリポーターとかデッドラインとかね、特にディズニーに関しては甘い資産を出しまして、成功アピールするんですね。なんですが、その度にですね、それ違うよと、もっともっとかかってる、このぐらいかかってるんだよという話をしまして、その翌年くらいにね、フォーブスが実際の資産を出すと、この方が正しかったということが証明されると。で、今回の白雪姫に関しても、2023年の時点でね、その資産がおよそ当たっていたということのようです。
それではね、お次ですね、こちら、今度はね、ディズニーランドのヴィラン、この白雪姫の女王役をやっていた、フェイスキャラクターの女優さんの話題です。ディズニーランドで人気となった女王が8年間演じた白雪姫のヴィラン役を離れることに光栄だったと語る。ということでね、ここでは何が起きたかと言いますと、今回ですね、こちらに見えております、サブリナさんというね、女優さんがいるんですが、この方ね、ディズニーランドで、これね、フェイスキャラクターと言います。つまり、着ぐるみに入っていない顔を出しているキャラクターのことですね。これフェイスキャラクターと言うんですが、主にね、このヴィランを演じていた方だったんですね。で、この方はですね、もう本当に人気で、日本だとね、日本人側が英語を喋れないもんですから、一方的にね、このフェイスキャラクターがゲストに話しかけるという状況になるんですが、もしくは通訳が入るとかね、英語圏の場合は普通にこのキャラクターとゲストがお話をするんですね。なので、即興力が求められるんですよ。本当にそのキャラクターが言いそうなこと、これを言わないといけないわけですね。なんですが、このサブリナさんはですね、その対応力が非常に高く、みんなこれを撮影するでしょ。これが SNS で拡散され、非常に人気者になっていったんですね。なんですが、少し前にね、ディズニーランドがこのヴィランをね、解雇するんじゃないか。こんな噂が出たんですよ。するとその後ですね、このサブリナさん自身の TikTok で本当に解雇されたということを匂わせます。自分はね、8年間爪の色をね、変えることができなかったんだけど、やっと自分の好きな色にできるわと、このような投稿をするんですね。I've had my nails painted the same color for 8 years. 8 years. But now that I don't have to keep a certain look, I can get them whatever color I freaking want. そしてですね、この情報、つい先日ですね、アップデートされまして、ついに、この解雇の理由というのが明かされることになりました。ディズニーランドで人気者だった女王が、自身が解雇されたとされる理由について語る。じゃあね、この理由一体何だったのかと言いますと、このね、サブリナさん、先ほどね、非常に即興力が高いというお話しましたね。するとね、このゲストとの会話の中でゲストにね、このディズニーランドがヴィランたちを解雇するんじゃないか、こんな報道が出てるという話を振られるんですね。その時に、残ってほしいと思うんだったら、シティホールに行って、これつまり市役所ですね。ここに行って、声を上げろと返したんですよ。これね、あくまでもヴィランですから、面白い返しでしょ。するとこれがね、会社の内部情報に触れ、ゲストにそれを働きかけたということで、これがルール違反とされたんだろうと。このように、サブリナさんは話しています。これね、ディズニーからの正式な見解というのは出てないので、あくまでもサブリナさんの見解ですよ。おそらくこれが解雇の原因だったんだろうとされているようです。ディズニーランドはあの女王を演じていた女優を解雇した。ディズニーにとって信じられないほど愚かな決断だ。彼女は人気が出すぎてしまった。ディズニーパークは従業員が替えが利く存在だと感じさせることで賃金を抑えている。人気が出ると自分の価値を自覚するようになる。ディズニーはそれを嫌っている。彼女は素晴らしかった。寂しくなるだろう。彼女は最高のキャラクターだった。ウィットに富んだコメントや切り返し、とりわけ他のパークキャラクターと出会った時は抜群だった。ディズニーランドの判断は間違っている。ということでね、このサブリナさんの解雇劇に関しましては、ファンたちがね、本当にその存在を惜しんでいるというような状況になっています。ちなみにね、こちらサブリナさん、ここでもね、ゲップしておりますが、ここでですね、ついにネイルをしまして、大喜びしていました。はい、ということで本日はですね、我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさん主演、ディズニー実写版白雪姫の正確な制作費というのがついに明らかになりまして、そのおおよその赤字額が判明したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。大体映画としては500億円から600億円の赤字で、イギリス政府の補助金により、それが400から500億円の赤字に抑えられた。という感じですかね。もうね、ディズニーの話題でこの規模の赤字というのは、ある意味もう様式美のようになっておりますから、驚きというよりは、でしょうねというようなね、印象になってしまうかもしれませんが、案の定ね、凄まじい額の赤字を出していたようです。今回ですね、ディズニーにとっての最大の損失というのは、やっぱりね、このお金のね、損失そのものというよりは、やっぱり白雪姫という IP ですよね。ここですぐね、またさらにリメイクなんてこともできないでしょうし、この先またね、何年後、何十年後かに、再度ね、実写映画化ということになるのかもしれませんが、ちょっと触りにくい IP になってしまったのはもう間違いないでしょうね。だからね、プクタこれ以前も言ったと思うんですが、このね、白雪姫というのは、長編アニメの金字塔でしょ。ディズニーにとってのソウルなわけですよ。なので、このね、実写化の流れの中でも、白雪姫だけは、欠番にするべきだったんじゃないかなと思いますが、皆さんはこれについて、どのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。